ハロハロー、こちらあかね大佐です。今回は超初心者向けにアナログでやっていこうと思います。紙と鉛筆を用意してください。大佐はね、見やすいように黒ペンで書いていこうと思います。まずミニキャラを描くにあたって重要なのはパーツとバランスです。パーツというのは例えば目とか鼻とか口とか体の要所要所の形のことを指します。ここの引き出しがいっぱいあるといろんなタイプのキャラクターが描けるかな。で、バランスっていうのは顔に対して今持ってるパーツをどのように配置するかということですね。福笑い的なものを想像してもらえると分かりやすいかもしれません。パーツとバランス、この2つが大切な要素だと覚えておきましょう。ではパーツを描いていきましょう。まずは目です。これはもう思いつく限りの目を描き出してみましょう。大佐の動画は2倍とか4倍とか10倍速とかにしてあるので、パッ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 と描いてるように見えると思うんですけど、結構悩みながら描いてたりするので、皆さんも時間をとってゆっくり描いてみてください。絵を描くのはね、結構頭使ったりとか想像力とか、あと多分地方予防とかにもなると思うので、お年を召した方も若い方もぜひお絵描きに挑戦してほしいなと思います。で、次は口ですね。口もアニメーションとか、あとは漫画とかに出てくる形を思い浮かべてもらえればいいかなと思います。これはあれですね、筋肉マンのタコ口とか、いろんなのがあるかな。はい。次は鼻ですね。鼻は描かない方が可愛く見えたりするので、大佐は基本あまり描かないんですが、いろいろな形があると思うので、西洋人風とか日本人風とか漫画風とか、大佐のように鼻は描かないという選択肢があってもいいかもしれません。次、耳ですね。耳はそんなに形ないんですが、大小とか耳の中の形だとか、あとはエルフとか妖精だととんがり耳もいいかもしれません。はい、次は顔です。基本的には丸、四角、三角の顔がベースになってます。でね、これはあたしんち顔って呼んでるんですけど、こういうのもあります。で、ちょっとね、録画下の方切れちゃったんですけど、基本的には縦に伸ばすか横に伸ばすかという感じですね。次、髪型。これもいろいろあると思うんですけど、結構周りの人の髪型とかを参考にしてみるといいかもしれません。あと好きな髪型とかね、大佐はおかっぱとか好きですね。これはももちヘア、これよしぴーヘアで、大佐の髪型ですね。これは特別にリボンをつけときましょう。はい。あとは普通に男性の髪型とか、あとはお団子とかバーコードヘアとかですかね。さて、ここからは体を描いていくのですが、これ何に見えますか？これ生放送で聞いた時、イカとか高床式倉庫って言われたんですけど、大佐はね、百葉箱に見えたんですよ。この百葉箱がこう手足踊ってるみたいな感じにしようと思って、思いついた時はすごい天才やと思ったんですけど、ダメですかね？ダメ？この百葉箱の屋根と足が折れたり曲がったりしていろんな形に変形させていきましょうというお話です。とてもわかりやすい説明ありがとうございます。はい、これでパーツ完成しましたね。と思ったけど本当は眉毛描くの忘れてたので描いてください。お願いします。はい、ここからは、描いたパーツに番号を打っていこうと思います。これはランダムで後で選んで書くときと、あと説明をしやすくするために書きました。はい。というわけでパーツが完成しましたね。OK。じゃあバランスの方に入っていきましょう。大佐は好きなパーツを選んでいきます。目は1番丸ですね。口はハムハムにしました。で、鼻は点点点。これは赤鼻をイメージして描いたものです。で、耳は普通のやつですね。で、顔も丸。基本的に大佐は丸っこいのが好きなので、全部丸っこいのにしました。で、体はね、手を上げたのにしました、今回は。OK。では早速実際に描いてみましょう。
パーツの書き順なんですけど、これは人によって書きやすい方法があるので、自分の好きなパーツから順番に書いていきましょう。大佐はね、目、口、鼻で顔の後に耳書いて髪の毛を書く。で、体ですね。この順番がやりやすいので、今日はそれで書いていこうと思います。で、体はそのままだと裸なので、服を適当に書いていきましょう。まず鉛筆で薄く、下書き書いて、でその上に服を着させてあげると書きやすいかもしれません。こういうことでね、比較的簡単にポージングができます。慣れてくると中身を書かなくてもポージングとあと服をそのまま書くことができるようになります。はい、 OK です。で、鉛筆は消しゴムで消します。で、今回は白黒なので濃い部分を黒で塗りつぶしました。はい。で、同じキャラクターを描くときに体と服、あと髪の毛は違っても同じキャラクターに見える場合が多々あります。では、顔のパーツ、バランスは変えずに髪型と体、服装を変えた絵を描いていきましょう。おかっぱヘアですね。で、仁王立ち。今回は服をそのまま直接描いていきます。ショーパンですね。どうでしょう。ちなみにバランスと言いますと、同じパーツを使ってもパーツを置く位置、この場合は横長ですね。によって、これは下ですね。違うキャラクターに見えたり、違う雰囲気になったりします。これはパーツをちょっと拡大して横長にしたという感じですね。ちょっと変な感じになりましたけど、こんな感じでいろいろ作ることができます。でね、ここでやっと大佐、眉毛描き忘れてることに気がつきました。急遽眉毛を描いていきます。はい。これライブの時にいろいろみんなから知恵をもらった眉毛を描いてみました。どうでしょう。いろいろありますね。これで完璧なはずです。で、今までは好きなパーツを選んで描いていたんですが、次はランダムに選んで描いてみましょう。目、口、鼻、耳といったように表を作ってみてください。で、適当にランダムに数字を選びます。さあ、描いていきましょう。でね、録画の充電が切れちゃって途中からなんですけど、ごめんなさい。第1子が生まれました。鬼の子みたいですね。めげずに第2子を産みます。これもランダムに選んでください。で、もしランダムで選んだ番号がないという場合は、そのパーツだけもう一回ランダムに番号を選ぶというやり方でお一人様はやってみてください。大佐もお一人様です。はい。素敵なアフロヘアですね。で、これ服は適当に描いてます。ちょっとアフロヘアだったのでサーカスにいそうだなと思って描きました。第2子はポワポワの子ですね。で、調子こいて3人目も作ろうと思います。これ大佐が小学校の時によく弟と遊んでた遊びなんですけど、皆さんはやったことないですかね。結構平成初期とか昭和生まれの人はこういう遊びやったことあるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。楽しいですよね。はい、この子はドラキュラっぽくなりました。たたー、完成です。なかなかユニークな子ができましたね。ということで復習しましょう。バランスとパーツのこの2つが大事になってきます。で、好きなものを選ぶ、ランダムに選ぶ、この2種類をやってみてください。最後まで動画を見てくれてありがとう。皆さんもぜひ一緒に絵で遊んでみましょう。Twitter で上記のね、ハッシュタグをつけてくれるか、アットマークで大佐に送ってくれれば見れるので、ぜひ送ってください。みんなも書いてみてくださいね。バイバイ。